皆様こんにちは、セリナです。今回は話題のヴィトンコスメラボデルイ・ヴィトン LV オンブル250ヌードミラージュ350ダズリングゲースをご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。ルイ・ヴィトンにコスメラインが登場ということで、今話題のアイシャドウ LV オンブルから2色を購入してみました。こちらの動画ではそれぞれのパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックのご紹介はもちろん、ヴィトンのアイシャドウを人気のラグジュアリーコスメ、トム・フォードビューティー、イヴ・サンローラン・ボーテ、プラダビューティー、クレト・ポー・ボーテとそれぞれ比較しながら、粉質や発色の違いなども徹底解説していきますので、少しでも参考になれば嬉しいです。他にもパーソナルカラーを交えた新作コスメのレビューはもちろん、ベースアイテムの比較動画などもアップしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。ルイ・ヴィトン LV オンブル、色彩の無限のクリエイティビティを表現したクリエイティブディレクターパット・マクグラスによる8つのハーモニーを奏でるアイシャドウパレット。独自のフォーミュラにより魅惑的なカラーと艶やかな仕上がりが長時間持続します。ご紹介するのは250のヌードミラージュ。多様的に活躍するソフトなニュートラルローズカラーからインスピレーションを得たヌードミラージュ。さりげない洗練さが吹き込まれたパレットは空気のように軽やかなエレガンスを醸しながらエフォートレスでナチュラルなルックを実現します。350ダズリングゲース。ルイ・ヴィトンウーマンの力強いスピリットを表現するパレットダズリングゲース。鮮やかなピンクの4色で美しさとポジティブなエネルギーをたたえます。ソフトなバレリーナピンクから大胆にきらめくゴールデンローズまで、それぞれのカラーが人生の果てしなく広がる可能性を明るく映し出し、目元を彩ります。それでは250のヌードミラージュからパレット1色ずつのパーソナルカラーレビューと単色塗り、パレット全色を使ったメイクルックを作ってご紹介していきます。250ヌードミラージュ。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左はブルベ夏、イエベ秋におすすめ。黄身にも青みにもよりすぎないニュートラルなくすみロースに、オレンジゴールドやグリーン、ピンクの微彩ラメが艶めきます。イエローベース、ブルーベース問わず、くすみが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ビューティーとサマー、ビューティーとオータムにおすすめ。上は全タイプにおすすめ。肌なじみのいいホワイトベージュに角度によってピンクとゴールドのパールが艶めきます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、パーソナルカラー問わず、まぶたを整えるベースカラーやハイライトカラーにおすすめ。右はブルベ夏におすすめ。ほんのり青みを感じるロースに、パープルとピンクの微彩ラメがきらめきます。青み、明るさ、くすみが得意な方、ブルベ夏全般に使いやすいです。下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。ダークなパープルブラウン、ブルーの微彩パールが自然に艶を与えます。青みが得意な方、ブルーベース全般のシメイロブラウンに使いやすいです。それでは1色ずつまぶたの上に単色塗りしていきたいと思います。まずは左のカラーです。かなりしっとりしていて発色がいいので、一塗りでもこんな感じでカラーを楽しめます。パールのツヤと立体感がとても綺麗です。1色目、単色塗りだとこんな感じです。しっとりと柔らかい粉質で肌に溶け込むように馴染みますが、発色はしっかりしているので、自然ながらもカラーを楽しむことができます。こちらはしっとりした粉質の上にさらにパールも艶めくので、単色塗りでも程よい奥行き感と立体感が楽しめてとても綺麗です。
パウダータイプのアイシャドウだと目元の乾燥が気になるという方にも使いやすく、濡れツヤ感も演出してくれます。続いて上のカラーです。こちらもかなりしっとりしている粉質ですね。カラー自体は肌なじみがいいですが、中に入っている微細なパールがとても綺麗です。2色目、暖色塗りだとこんな感じです。こちらも反対に塗っている1色目と同様、しっとりした粉質ですが、こちらの方が若干軽やかに感じます。肌なじみ抜群のホワイトベージュですが、角度によってピンクとゴールドの微細ラメがきらめくところがおしゃれです。1色目と2色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。続いて右のカラーです。こちらもしっとり高発色なタイプですね。ベースは柔らかいマット質感で、その上に微細なラメが輝くようなイメージです。しっとりしていますが、肌なじみはいいので、指塗りでも綺麗なグラデーションが作れます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。こちらも高発色で適度な深みがあるカラーですが、柔らかくてしっとり肌に馴染むので、派手になりすぎないところがとても絶妙です。程よい深みとくすみを感じるローズで、子供っぽいピンク系にならないところがすごくいいですよね。最後、下のカラーです。こちらは今回のパレットの中でも一番発色がしっかりしていて深みがあります。4色目、暖色塗りだとこんな感じです。手元で見た時はブルーの微細ラメが光りましたが、まぶたの上にのせると自然に馴染んで立体感を演出してくれます。締め色も比較的はっきりなタイプなので、コントラストをつけたメイクがお好きな方に特におすすめだなと思います。3色目と4色目、それぞれ引いてみるとこんな感じです。では、250のヌードミラージュ全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず、左のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。このパールの濡れツヤカラーがとても可愛かったので、今回はこちらをベースにしっかり塗っていきます。単色で仕上げても可愛いですよね。続いて右のカラーを指に取って、上まぶたの目を上げた時にカラーが見える位置まで重ねていきます。左のツヤカラーと組み合わせると、ピンクにも光沢感が増して明るいイメージに仕上がります。付属のブラシにも取って、下まぶた全体にのせていきます。付属のブラシは少し硬めで毛量がしっかりあるタイプなので、チップのような感覚で色味をはっきりのせたい時に使いやすいですね。続いて下のカラーをブラシに取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。ブラシ塗りをするとほんの少し発色が柔らかくなるので、自然なグラデーションに仕上げたい方はブラシ塗りもおすすめです。最後に上のカラーを指に取って、黒目の中心にのせていきます。ホワイトでハイライト効果を出していきます。250のヌードミラージュ全色を使ったメイクが完成しました。今回は左のパールの濡れツヤカラーをベースに、右のピンクカラーを上下まぶたに使ったので、大人っぽく洗練されたローズ系カラーのメイクに仕上がりました。発色がしっかりしていて、比較的深みもあるタイプのパレットですが、全色を使っても濃く強い印象にならずに、しっかりカラーは楽しめて立体感は出るけれど、柔らかさや上品さも残っています。上品なローズカラーのパレットをお探しの方にとてもおすすめです。引きで見るとこんな感じです。続いて350のダズリングケースをご紹介していきます。350ダズリングケース。パレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左はウルベ夏、イエベ春におすすめ。明るい青みピンクのベースにゴールドの大粒ラメがたっぷり輝きます。黄身、青み、どちらの要素もあるので、イエローベース、ブルーベース問わず、明るい色が得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーに分けると、ブライトサマー、ブライトスプリングにおすすめ。上はブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。青みを感じるホワイトのベースに、ブルー、シルバー、ピンクの微細ラメが面で光るメタリックカラー。青みが得意な方、ブルーベース全般のラメカラーに使いやすいです。右はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。明るくクリアな青みピンク。
自然な光沢を感じるマット質感です。青み、濁りのないクリアカラー、明るさが得意な方に使いやすいです。16タイプのパーソナルカラーにおけると、クリアウィンター、ブライトサマー、クールサマーにおすすめ。下はブルベ冬、ブルベ夏におすすめ。深いローズにゴールド、ブルー、ピンクのラメがきらめきます。青みが得意な方、ブルーベース全般の締め色に使いやすいです。まずはパレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしていきます。まずは左のカラーです。このカラーはとにかく大粒のゴールドラメがとっても綺麗ですよね。ベースのカラーも発色が良く、さらにその上にラメが輝くタイプです。1色目、単色塗りだとこんな感じです。明るい青みピンクのベースにイエローゴールドの大粒ラメがきらめきます。明るくて華やかなピンクカラーです。ラメは大粒ですが、ベースの粉質がマット寄りなのと、こちらもとてもしっとりしているので、ラメのザラつきも気にならず、ピタッと密着してラメ飛びも気になりにくいです。続いて上のカラーです。こちらは微細なパールと微細なラメでメタリックのような艶やかな立体感が楽しめます。2色目、単色塗りだとこんな感じです。ベースはほんのりピンクを感じるホワイトカラーですが、中に多色の微細ラメが入っているので、角度によってピンクやブルーなど様々なニュアンスが楽しめます。1色目と2色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて右のカラーです。こちらは絶妙な光沢感を感じる柔らかいマット質感ですね。発色がしっかりしていて、鮮やかなピンクがまぶたの上でもそのまま乗ってくれます。3色目、単色塗りだとこんな感じです。重くなりすぎない程度に自然な光沢を感じられる高発色なマットタイプです。鮮やかなピンクをしっかり楽しみたい時におすすめですね。最後、下のカラーです。このパレットの中で一番深みがあるカラーなので、締め色の役割をしてくれそうです。粉質はしっとりしていて、中に微細なラメを楽しめます。4色目、単色塗りだとこんな感じです。深みのある青みローズですが、中に微細なゴールドラメが入っている効果で、青みの印象が強すぎないところが絶妙です。締め色にもツヤが乗っているのが可愛いですね。3色目と4色目、それぞれ引きで見るとこんな感じです。それでは350のダズリングケース、全色を使ったメイクをご紹介していきます。まず左のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。この大粒ラメカラーがとても可愛いので、今回はベースに使っていきます。カラーもラメも同時に楽しめるので、単色塗りでも成り立つカラーです。続いて下のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1に締め色としてのせていきます。こちらにも微細なゴールドラメが入っているので、青みカラーのベースにゴールドラメの組み合わせで華やかさを楽しめます。続いて右のカラーを付属のブラシに取って、下まぶた全体にのせていきます。最後に上のカラーを指に取って、黒目の中心にのせていきます。明るいメタリックツヤカラーでハイライト効果を出していきます。530ダズリングケース、全色を使ったメイクが完成しました。4色とも青みの強いピンクやローズカラーがセットされていますが、中にゴールドラメが入っている効果で、透明感はしっかり出るけれど、どこか大人っぽさも感じるようなピンクメイクに仕上がります。鮮やかなカラーがしっかり発色しますが、やはり肌なじみがいい粉質なので、華やかだけれど派手すぎない絶妙なメイクに仕上がります。ピンクカラーがお好きな方にはぜひチェックしていただきたいアイシャドウです。引きで見るとこんな感じです。では、ここからはヴィトンのアイシャドウを他ブランドのアイシャドウと比較してみて、どのような特徴があるのかをご紹介していきたいと思います。今回私が購入した250と350では、パールやラメの質感の違いを感じたので、それぞれのパレットに近い特徴のブランドを比較していきたいと思います。まず250と比較するのはこちら、トム・フォードビューティーとクレド・ポーボーテです。この3つはしっとりした粉質やラメではなくパールで作る濡れツヤ感、そして発色の良さなどが共通していると感じたので、塗り比べて違いを見ていきたいと思います。
まずはヴィトンとトム・フォードを比較してみます。ヴィトンは250のヌードミラージュ、トム・フォードは 42A のヘイジー選手 HT を使用していきます。スウォッチを比較すると、トム・フォードの方がより光沢感やツヤ感が強く、ヴィトンの方が上品なツヤ感という印象です。まずはパールのツヤが立体的なミディアムカラーです。ヴィトンは発色がしっかりしながらも、濡れツヤ感や光沢感も同時に楽しめます。この質は柔らかくて肌に溶け込むようなタイプです。トム・フォードはまず粉質がヴィトンよりも軽やかですがかなり柔らかいのと、パールはもちろんですがラメもしっかり入っているので、より光沢感が強く感じます。まずはパールの光沢カラーを比較するとこんな感じの違いです。どちらもパウダータイプのアイシャドウとは思えないほどのツヤ感の綺麗さですが、ヴィトンは肌に柔らかく溶け込むようなパール質感、トム・フォードは濡れツヤ感のあるパールの上にさらにラメの華やかさも感じられる光沢感があります。続いて一番鮮やかなメインカラーです。発色はしっかりしていて、パールカラーの上に重ねてもちゃんと色が見えます。ブラシ付けをしてもしっかりカラーが乗りますね。トム・フォードもかなり発色はしっかりめです。ミディアムカラーにもパールがたっぷり入っているので、重ねていくとツヤの立体感と光沢感が増していきます。同じルイ・ヴィトンの付属のブラシを使って塗っていますが、ブラシ塗りをすると中に入っているパールがより際立ちます。2色目、ミディアムカラーを重ねるとこんな感じです。どちらも発色がしっかりしていて、カラーのニュアンスがきちんと楽しめます。ヴィトンはミディアムカラーはふんわりしていて微細なラメが輝く程度なので、重ねると上品な柔らかいニュアンスが増す印象。トム・フォードはミディアムカラーにもしっかりパールが入っているので、重ねれば重ねるほど立体感が増していくような印象です。続いて締め色です。今回は色がはっきり見えるように指塗りしていきたいと思います。指で塗るとしっかり目元が引き締まりますね。トム・フォードの締め色ははっきりしていますが、締め色にもパールが入っているので、ヴィトンよりも柔らかい印象です。締め色を塗るとこんな感じの違いです。ヴィトンはまぶたの上に乗せると締め色の中に入っている微細パールはかなり馴染むので、高発色なマット質感で目元にメリハリを与えてくれる印象。トム・フォードも発色はしっかりめですが、締め色にもパールが入っているので、艶やかさを保ったまま自然に影をつけてくれます。最後はハイライトカラーです。ハイライトは微細なパール感で繊細な立体感を出してくれます。トム・フォードはハイライトカラーには一番パールが入っているので、立体的な艶やかさが一気に増します。ヴィトンとトム・フォード、それぞれ全色を使ってメイクをするとこんな感じの違いです。ヴィトンはベースに使ったパールカラー以外は微細なラメや柔らかいマット質感なので、全色を組み合わせると絶妙な艶やかさが上品なメリハリのある立体的な目元に仕上がるのに対して、トム・フォードは全色にパールが入っているので、重ねれば重ねるほど濡れツヤ感と光沢感が増していくようなイメージです。しっかりツヤを楽しめるけれど、普段使いにも浮かないような絶妙な上品さが残る仕上がりがお好きという方はヴィトンがおすすめ。パールの濡れたようなツヤ感をしっかり楽しみたい方はトム・フォードがおすすめな印象です。粉質についてはどちらもしっとり柔らかく、肌にのせても同じくらい負担感がないですが、トム・フォードの方がより軽やか、ヴィトンの方がよりしっとり肌に溶け込むような感じがしました。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。続いて比較していくのは、ヴィトン250のヌードミラージュとクレドポーボーテ9番ピンクコーラルシェルです。装置で比較すると、ヴィトンの方がパールやツヤ感が強め、クレドポーボーテの方が肌へ溶け込むナチュラルさを感じます。そして粉質はどちらも同じくらいしっとりしていますが、比較するとクレドポーボーテの方がさらにしっとりしています。まずはミディアムカラーです。やはり手元で見た時と同様、粉質はクレドポーボーテの方がさらにしっとりしていて若干重さがある感じがします。パールの量はかなり控えめですね。1色目、パールのミディアムカラーを比較するとこんな感じの違いです。
こうして比較をしてみると、ヴィトンの方がパールの量自体が多いのに対して、クレト・ポーボーテはパールの量は少なめですが、ベースの粉質自体がかなりしっとりしているので、パウダーの磨いたようなツヤ感が出ている感じの違いがわかりやすいと思います。クレト・ポーボーテはスキンケアアイシャドウというだけあって、ヴィトンよりもさらに粉質が重めでしっとりしている感じです。続いてメインカラーです。発色の強さ自体はだいたい同じくらいな印象です。ミディアムカラーに関してはクレト・ポーボーテの方がパール感が強い感じがします。ブラシで塗っていくと中に入っているパールと微細ラメがより際立ちますね。メインカラーを重ねるとこんな感じの違いです。発色の良さはどちらも同じくらいですが、クレト・ポーボーテのメインカラーにはパールと微細なラメが入っているので、この2色を組み合わせた時点だとだいたい同じくらいのツヤを感じられます。続いて締め色です。締め色はクレト・ポーボーテもかなり発色はしっかりしていますが、パールが入っている効果で軽やかさがありますね。締め色を重ねるとこんな感じの違いです。締め色も発色自体はだいたい同じくらいですが、ヴィトンの方がふんわりしているので目元がキュッと引き締まる印象。クレト・ポーボーテの方がパールが入っているので、引き締めながらも柔らかさが残るようなイメージです。最後、ハイライトカラーです。今回ハイライトカラーとして使用しているこちらは、ベースにも使えるクリームタイプなので、クリームのしっとりさと微細なラメを楽しめます。ヴィトンとクレト・ポーボーテ、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。どちらも発色が良く、しっとり肌に溶け込む粉質はよく似ていましたが、ヴィトンはパールカラーの他に柔らかいながらもしっかりメリハリを感じられるマット寄りの質感が入っているのに対して、クレト・ポーボーテは全色にパールや微細なラメが入っているので、より柔らかさや艶やかさを楽しめるような違いがありました。他ブランドと比較をすると、ヴィトンの250ヌードビラージュはしっとり肌に溶け込む粉質と発色の良さ、パールカラーの艶やかさも魅力的ですが、上品さは残るのにしっかり目元を引き締めてくれるふんわりしたマット寄りのカラーがセットされているところが上品ですごく綺麗だなと思いました。カラーについても他ブランドの青みローズパレットよりも絶妙な黄身ニュアンスが残るので、幅広いタイプの方に使いやすいんじゃないかなという印象です。続いて350のダスリングゲーズを他ブランドのアイシャドウと比較してみたいと思います。比較するのはこちら、イヴ・サンローラン・ボテとプラダビューティーです。大粒のラメ質感が楽しめるところや、はっきりした鮮やかなカラーがセットされているところが共通しています。まずはヴィトンとイヴ・サンローラン・ボテを比較していきます。ヴィトンは350ダスリングゲーズ、イヴ・サンローラン・ボテは400のバビロンローズを使用していきます。装置で比較するとどちらも大粒ラメが華やかで、ヴィトンもイヴ・サンローラン・ボテもラメの粒は同じくらいの大きさですが、ヴィトンの方がベースがマット質感なのとラメの量も若干少なめ。サンローランはベースもパールツヤ質感でラメの量も多く感じます。まずは大粒のラメカラーです。ベースは高発色のマット質感で、その上にたっぷりの大粒ラメが乗るのがヴィトンのラメカラーの特徴です。サンローランはベースにパールのツヤも入っていて、さらにその上に大粒のラメがたっぷり輝きます。こちらもとてもしっとりしている粉質で高発色です。1色目のラメカラー、それぞれ比較するとこんな感じの違いです。ヴィトンは高発色のマット質感の上に大粒ラメがたっぷりきらめくので、メリハリのある目元に仕上がるのに対して、サンローランはパールのベースにたっぷりの大粒ラメがきらめくという違いがあります。ラメの粒が際立つのはヴィトン。全体的に濡れたようなツヤと強い光沢を感じられるのはサンローランという違いがあります。続いて締め色です。しっとり高発色なのと、中に微細なラメが入っているのが特徴的です。サンローランの締め色は高発色なマット質感の上に大粒のラメが乗ります。発色がかなりいいのがわかりやすいと思います。2色目、締め色を塗るとこんな感じの違いです。どちらも高発色なタイプですが、ヴィトンの方がしっとりしていて自然なツヤを感じるので、ラメカラーとの馴染みもよりいい印象。
サンローランは高発色なマットベースにラメが乗るタイプで、かなり締め色としてメリハリを出す効果を感じられます。続いてマットカラーです。あとはブラシを使って下まぶたにのせると、指塗りをした時よりも少しカラーが柔らかく出ます。この質が軽いので、使うツールによって色味の出方が変わるイメージです。サンローランのマットカラーは粉質がしっとりしているので、同じブラシを使って塗ってもこんな感じでかなりカラーが乗ってくれます。3色目のマット質感、それぞれ下まぶたに塗るとこんな感じの違いです。元々のカラー自体がサンローランの方がくすみニュアンスで落ち着いていて、ヴィトンの方が鮮やかではっきりしていますが、粉質にかなり違いがあって、ヴィトンの方が軽やかなので、ブラシ塗りをするとこのくらい柔らかい印象に抑えられて、サンローランはしっとりしていてかなり高発色なので、ブラシ塗りをしても指塗りの時と同じくらいの色味の出方を楽しめます。最後はハイライトカラーです。ハイライトカラーは微細なメタリックという感じですね。サンローランはハイライトカラーにも最初にのせたラメと同じくらいの大粒ラメが楽しめるので、よりツヤツヤに仕上がっていきます。こちら側にヴィトン、反対側にイヴ・サンローランボーテを全色使って仕上げるとこんな感じの違いです。パレット同士を比較した時は結構似ているかなと思いましたが、それぞれ粉質もカラーも結構違いを感じられました。まずヴィトンは大粒のラメカラーもベースにマット質感が入っていたり、締め色も程よいツヤは感じられますが、まぶたの上にしっかり定着してくれるので、メリハリと立体感がある目元に仕上がります。反対にイヴ・サンローランボーテはラメカラーのベースにもパールのツヤが入っていたり、マット質感もしっとり柔らかいので、全体的にツヤツヤで濡れたような光沢感を楽しめる目元に仕上がりました。どちらも華やかで上品なパレットですが、細かく比較をするとヴィトンの方がよりメリハリ感があり上品な印象、サンローランの方がより華やかでゴージャスな印象という違いです。カラーについてもヴィトンは明るい青みピンクなのに対して、サンローランは青みがかなり強い、少し深みを感じられるような青みローズといった違いがありました。それぞれ着てみるとこんな感じの違いです。最後はヴィトンとプラダビューティーを比較していきます。ヴィトンは350ダズリングゲース、プラダビューティーは06のパルプです。スウォッチで比較すると質感自体は結構異なって、プラダビューティーの方がマットカラーが多めですが、粉質がしっとりしているところは似ています。こちらの2つは高発色のマットカラー以外は共通点が少なめなので、それぞれメイクルックを仕上げた状態で比較してみたいと思います。まずは左のカラーを指に取って、上まぶたのアイホール全体にのせていきます。こちらはかなりしっとりしていて肌に溶け込むようなパールのツヤ質感です。しっとりしたパールと微細なラメが両方たっぷり輝きますね。続いて中央のカラーを指に取って、上まぶたの目尻3分の1にのせていきます。締め色は意外とナチュラルな発色なので、そこまで強い印象にならないです。続いて右のカラーを指に取って、目を開けた時にカラーが見える位置まで出していきます。こちらのカラーもパレットで見るとかなり鮮やかですが、意外と調整しやすくて使いやすいです。チップにも取って下まぶた全体にものせていきます。こちらはチップ塗りをするとこんな感じで結構鮮やかなピンクがしっかり出てくれます。ライン使いなど部分的に使うのにもおすすめなカラーです。最後に中央のカラーを指に取って黒目の中心にのせていきます。パウダーのツヤを感じられます。はい、こちら側にヴィトン、反対側にプラダビューティー、それぞれ全色を使ってメイクするとこんな感じの違いです。プラダビューティーはたっぷりのパールと微細なラメでツヤツヤに仕上がるカラー以外は柔らかいマット質感で、発色もパレットの見た目よりも調整しやすいのが特徴です。ただしっとりしていて肌に溶け込むような柔らかさの粉質はヴィトンとよく似ています。どちらも高発色なカラーですが派手になりすぎないところがさすがの上品さですよね。それぞれ引きで見るとこんな感じの違いです。はい、ではこんな感じでルイ・ヴィトンのアイシャドウをご紹介していきました。パッケージやデザインのラグジュアリーさだけでも素敵なコスメですが、アイシャドウの質感もとても良くて、
しっかり発色してメリハリのある目元に仕上げてくれるのに、柔らかい粉質で肌に溶け込むように馴染んで、華やかさの中に上品さを残してくれるところがすごく絶妙だなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。